皆さんごきげんよう、上川薫です。今回はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。地上波のニュース報道においては、ウクライナ関連のニュースはあまり取り上げてくれなくなりました。しかし、戦闘は継続中ですし、ウクライナ情勢にまつわる様々な国での動きは、国際ニュースとしては継続的に報道され続けています。ぜひともこの動画で情報の更新をしていってください。今回取り上げる主な内容としては、アメリカのウクライナ停戦協議、ロシアとの間での外交が完全に行き詰まっています。一方で、アメリカがウクライナに対する新規の軍事支援を全くしなくなってしまったがために、ここから先ウクライナの後ろ盾はヨーロッパがどれだけ頑張るかにかかっています。このヨーロッパのウクライナ支援、アメリカ並みの軍事支援を行うと発表しました。そして後半の方でウクライナ軍に捕らえられた中国人兵士に関するニュースを取り扱っていきます。まず最初にアメリカの外交、ウクライナ停戦協議に向けてウィトコフ特使がモスクワへ飛びプーチン大統領と会談を行いました。ロイター通信の記事、アメリカの特使、プーチン大統領とウクライナ巡り会談、トランプ大統領は行動を起こせとコメント。トランプ政権のウィットコフ中東担当特使は、ロシアのプーチン大統領と会談した。協議はウクライナ紛争の解決に焦点が当てられ、4時間以上に及んだという。両首の会談は今年3回目。タス通信によると生産的な会談だったという。会談前、トランプ大統領は SNS への投稿で、ロシアは行動を起こさなければならない。恐ろしく無意味な戦争で、あまりにも多くの人々が毎週何千人も死亡している。これは決して起こるべきではなかった戦争で、私が大統領だったら起きていなかったはずだと述べた。ウクライナ和平交渉は停滞しており、トランプ大統領はプーチン大統領に腹を立てているとし、ウクライナ戦争終結に向けた自身の取り組みをロシアが妨害していると感じれば、ロシアに追加制裁を科すと警告していた。ロシアのペスコフ報道官は会談前、ロシアが懸念を表明する機会になるだろうとした上で、プーチン大統領とトランプ大統領が直接会談する可能性についても協議が行われる可能性があるとした。ただ、今回のウィトコフ氏の訪問は重大ではなく、大きな進展を期待すべきではないと述べた。プーチン大統領との協議時間が4時間以上だったとしていますが、その成果については現在のところ、はっきりとしたものは出てきていません。おそらく何も合意することができなかったのでしょう。一方で、ウィトコフ氏に関しては、非常に気になるニュースも流れていました。読売新聞の記事。ロシアにつけ込まれている指摘を追い、アメリカの特使、ロシアのウクライナ4州領有容認を大統領に進言。ウィトコフ中東担当特使が停戦交渉を進めるため、ロシアによるウクライナ東南部4州の領有を認めるようトランプ大統領に進言したとロイター通信が報じた。ロイター通信によると、ウィトコフ氏はロシアが一方的に併合した4州をめぐり停戦を仲介する最も早い方法はロシアの所有を支持することだと述べた。これに対し同席したウクライナ特使のキース・ケロッグ氏が異議を唱え、トランプ大統領も決定を下さなかった。ウィトコフ特使にしてみれば、ロシア側に何らかの利益を与えれば、それをもってして停戦協議がうまくいくと考えたのかもしれません。しかし、ウクライナの東部南部合わせて4つの州に関しては、すでにプーチン大統領は勝手に自分たちの領土だと宣言しており、今更それを認めたからといって、停戦協議には何らプラスにはならないでしょう。ましてやこの提案をトランプ大統領にしたところで、本来であれば、ウクライナ領土の行方についてトランプ大統領に決定権はないはずの話です。ただ、そのくらい他国の領土だったら自分たちでどうにでもできるというかなりの思い違いがあるのかもしれません。このような話は政権中枢における別の人物からも話が出ていました。ベルリンのように分割も和平合意後のウクライナ。トランプ政権のケロッグ特使はロシアと和平合意後のウクライナについてアメリカやイギリス、フランス、ソ連の共同管理下に置かれた第二次世界大戦後のベルリンのように分割される可能性があるとの考えを示した。こちらの地図が分割統治案の構想として示された地図です。ロシア軍の占領しているところについてはアメリカは一切ノータッチ。そしてウクライナの中心を流れているドニプロ川を一つの境として首都より東側をウクライナ軍、そしてその西側についてはイギリス、フランス、そしてウクライナ軍の共同といった形で統治を進めるかもしれないといった話となっていました。ただしこれはケロッグ特使によれば、いやいやそれは誤った報道だとして否定しました。これはあくまでも停戦が合意なされた後における停戦維持部隊の担当地区の割り振りの話であって、決して
東ドイツ、西ドイツのように完全に政治形態として分かれるような話ではないとしています。しかし、話の元となっているのはベルリンのようにというような話をしていることから、東西ドイツに分かれた歴史を知っている人にしてみれば、ウクライナを分割統治をアメリカが考えているのではないかといったかなり疑念を持たせる発言でした。なお、こういったトランプ大統領の側近らによる軽はずみな発言については、支持政党である共和党の議員からも不満の声が漏れています。ロイター通信は、トランプの特使であるウィトコフ氏がロシアの要求を受け入れたことで、共和党とアメリカの同盟国が懸念を持っていると報じています。これはあくまでも懸念の話ではあるものの、現在のウクライナ停戦協議がプーチン大統領の要望をどれだけ叶えるかみたいな話になっていることを共和党の議員たちも疑問を持って見つめていることを報じています。民主党の方はもうあからさまに反対しているのですが、支持しているはずの共和党の中からも不満も出ているといったところがポイントでしょう。トランプ大統領は現在の外交交渉がうまくいっていないことに不満を示していますが、ロシアに対して有効な圧力を加えることができていません。一方でアメリカがウクライナに対する軍事支援の予算を未だにつけていない状況の中で、ヨーロッパの活動を見ておきましょう。毎日新聞より、ウクライナ支援国が会合、3兆円超の軍事支援へ、アメリカはオンライン参加。イギリス・ドイツ両政府は、ブリュッセルの NATO 本部で、ウクライナを支援するための国防省級の関係会合を開き、ウクライナの防空能力強化策などを議論した。ヒーリーイギリス国防省は、支援国全体で新たに総額約3兆4000億円の軍事支援を実施すると発表した。今回ヘグセスアメリカ国防長官はオンラインのみで参加し、アメリカの関与低下を印象づけた。ドイツは対空防衛システムアイリスティ4機などのウクライナへの供与を発表。イギリスとノルウェーはレーダーシステムや対戦車地雷、ドローン数十万機分などの購入資金を提供すると発表した。オランダは早期警戒機の供与計画を明らかにした。会合はトランプ政権によるウクライナ支援やヨーロッパ防衛への関与低下が懸念される中開かれた。バイデン政権時代にはアメリカが主導していたが、トランプ氏就任後の会合はイギリスが、今回はイギリス、ドイツ両国が主催した。停戦後のロシアによる再侵攻を防ぐため、現在イギリス、フランスを中心に2万人から3万人規模のウクライナへの派遣が検討されている。前線から離れた重要インフラの防衛などが想定されているが、停戦に向けたアメリカとロシア、ウクライナの交渉が進展しておらず、派遣部隊の詳細な役割や目的などは決められないままとなっている。また、米軍の高い防空能力や情報収集能力などの後方支援が得られない状態での派遣に難色を示す国も多く、議論は停滞している。イタリアは米軍の後方支援を派遣の条件としているほか、フィンランド、スウェーデン、オランダの各国防省は、派遣の成功は今後アメリカが後方支援を実施するかにかかっているとの見方を示した。現在トランプ大統領によるウクライナ停戦協議、ロシアとの外交は全くうまくいっていません。なぜならば、ロシアに対するカードをトランプ大統領が全く持っていないからです。トランプ大統領はゼレンスキー大統領に対して、あなたは外交カード何も持っていないじゃないかと突きつけたわけですが、残念ながらトランプ大統領自身もロシアに対しての外交カードを持ち合わせてはいません。なぜならば、そもそも現在のアメリカは、ウクライナに対する情報支援は行っていても、新たな軍事支援を行うための予算を全く確保していません。今の状況のままであれば、プーチン大統領にしてみればアメリカは怖くない状況になってしまっているのです。何しろ、トランプ大統領が和平をしようといった話を持ちかけており、完全に足元を見られてしまっているのです。そのために取り巻きの人たちもいかにしてプーチン大統領の要望を取り入れて、ウクライナ停戦ができないかどうかといったところを探っており、プーチン大統領にとって今のトランプ大統領は全く恐れる部分がないのです。ちなみにトランプ大統領はこのままうまくいかないのであれば、ロシアに対して制裁を加えるといった話をしています。それは中国に対する関税政策のように 100%、200% だといった話をするのかもしれません。現在トランプ相互関税で言えば、ロシアに対しては 0% ですから、そこから 100%、200% かければ、何か外交的な圧力になると考えている可能性もあります。しかし、バイデン政権の時にすでにロシアに対しては様々な制裁がかけられることによって、アメリカ、ロシアとの間における貿易額は10分の1にまで減少。そこにたとえ関税を
100%、200% かけたところで、もはやロシアにとってはあんまり気にしないでしょう。プーチン大統領に話を聞かせようと考えるのであれば、ウクライナに対して軍事支援を行うぞといったような形で、武力を背景にする必要があるでしょう。トランプ大統領はそのことに気づくのは、もっと先になってしまうかもしれません。一方で今回の記事では、ヨーロッパ各国からウクライナに対して3兆4000億円の軍事支援が表明されました。この 3.4 兆円という額についてなのですが、今年1年という意味で言えば、額としては十分なものです。例えば、アメリカによる軍事支援を例にしてみましょう。バイデン政権では3年間で約9兆円の軍事支援を行いました。2022年が2.6 兆円、2023年が 3.8 兆円、そして2024年が共和党の妨害に遭いながらも、かろうじて 2.6 兆円の予算を獲得しています。ですから、ヨーロッパから 3.4 兆円という軍事支援の額は大きな額を確保したわけです。ですから、決してこれをもって小さい額だと非難することはできません。ただし、当然のようにアメリカのトランプ政権が軍事支援の予算が今ゼロの状態ですから、ウクライナとしてはもっとあった方が良いに決まっています。ロシア軍の戦力の質が低下している中にあって、ウクライナに対する軍事支援も質量ともに減少しているといったような形で、残念ながら悪い意味でのバランスが取れてしまっています。トランプ政権のウクライナ支援はほとんど期待できない状態ですから、情勢をもうちょっと変えようと思えば、ヨーロッパがもう少し覚醒する必要があります。ちなみにこうした事態に対して日本はヨーロッパに対して協力を表明するだけでもかなりの側面支援になります。例えば、ヨーロッパ各国においてウクライナに対して砲弾の支援を継続的に行っています。それによって各国の砲弾備蓄は完全に底をついたような状態ですから、それぞれの国に対して日本産の砲弾を販売するといったような形で支援を行えば、ヨーロッパ各国からはお金を引き出せますし、日本の防衛産業にとっても仕事を売ることができます。続いて、ウクライナの戦場で確保された中国人兵士について、産経新聞、拘束の中国人兵士、報酬340万円受け取り、ロシア国籍取得が動機。ウクライナ軍がロシア軍側で戦闘に参加していた中国人兵士2人を拘束した問題で、ウクライナメディアは中国人兵士の1人が尋問に対しロシア国籍を取得する動機から中国で仲介者に約50万円を支払い、観光客として昨年末にロシアに入国し、ロシア軍と契約したと話していると伝えた。この中国人兵士は契約の報酬として約340万円も受け取ったという。ゼレンスキー大統領は少なくとも155人の中国人がロシア軍側で戦闘に参加しているとの情報があると明らかにした。報道によると、拘束された中国人兵士の一人は1998年生まれで、自身が中国人で構成される部隊の一員として、ウクライナ東部ルハンスク州でロシア軍の訓練を受けたと説明した。訓練は通訳なしで、ジェスチャーと携帯翻訳機が使い行われたという。実戦参加後、言語の壁により作戦状況を理解できず、所属部隊が損害を受け降伏した。ロシアはウクライナ侵略後、ロシア軍と契約した外国人に対し、ロシア国籍を申請する権利を与えることを決定。軍との契約者には高額の一時金や報酬の支払いも約束している。拘束されたもう一人の中国人兵士は1991年生まれで、中国国内でロシア軍関係者に勧誘され、今年2月にロシアに到着したと話しているという。ウクライナ軍に拘束された中国人兵士がいる一方において、捕まっていない中国人の軍人のことについても報道されています。モスクワタイムズ、アメリカの情報機関は、中国はロシアの戦争戦術を観察するためにウクライナに軍人を派遣した。中国政府は人民解放軍将校団のメンバーをロシアの対ウクライナ戦争戦術を研究するために派遣した。情報筋によると、ロシア領内で後方に展開する人民解放軍の将校らは、ロシア・ウクライナ間の戦闘接触線付近を巡回しているという。こうした訪問は、ロシアと中国の双方の同意を得て行われていると、情報筋は主張している。中国人はこの戦争から戦術的な教訓を学んでいる。アメリカの元当局者2人は、
ロシア側で戦っている中国人兵士は約200人ほどで傭兵だと語った。彼らは中国政府と直接的なつながりを持っていないようだ。匿名を条件に語った当局者らは、中国人兵士らは最低限の訓練しか受けておらず、戦争遂行に大きな影響を及ぼしていないと述べた。ロシア軍側にいる中国人兵士については2種類います。この2つの情報がちょっと混ざり合っている状態でごっちゃになっている人がいるので、ここをしっかりと分けておきましょう。まず、ウクライナ軍に捕まったのは末端の兵士であり、これは中国軍が正式に派遣したものではなく、どうやらお金目当てに傭兵としてロシア軍に入ったようです。一方で、中国政府とロシア政府が正式に話し合った上で、艦船部艦が派遣されており、中国人民解放軍は戦場で何が起こっているかをしっかりと観察情報収集を行って、人民解放軍にその情報を反映させようとしています。この戦争では様々な教訓を得ることができます。例えば、どちらの国も正規軍がしっかりと編成されています。戦闘機も両方あるし、対空兵器も両方ある。そのような状態では、双方ともに相手国の上空へとしっかりと航空戦力を送り込むことができません。そのために戦闘機は長射程のミサイル攻撃であったり、滑空爆弾攻撃を相手の地対空ミサイルの射程範囲外から行うような攻撃で、相手の地上戦力に対して集中的に猛烈な空爆を行うことができていません。そのために戦争の主体となっているのが、榴弾砲による砲撃戦がまず主体となり、その砲撃戦をくぐり抜けた先で行われる戦いというのが近距離での戦いであり、その近距離での戦いにおいても、歩兵が持っている対戦車ミサイルが今は小型ドローンによる攻撃でかなりの戦力を削ることができるようになってきました。ただしそれはあくまでも砲弾よりも広範囲に対する攻撃ができない分だけピンポイントでの攻撃であり、まだまだ量的には足りないものです。ですから、まずはしっかりと砲撃戦を行った上で相手をどれだけ削るか、そしてその上で相手に接近した際に防御も攻撃もまた小型ドローンによる偵察や常時監視、そして攻撃などに様々使用するというわけです。北朝鮮はロシア軍に参加することによってその情報を得ていますし、中国軍の場合だと戦いもせずに情報としてしっかりと得られるわけですから、何らかの見返りはロシア側に支払っていることでしょう。単純に軍事転用可能な民需品について中国からロシアに対して流れていることを中国政府がある程度黙認するといったような形での支援かもしれません。ちなみにロシア軍の下っ端として中国人兵士たちがいるわけですが、これらの人たちにしっかりとお金が払われるかどうかはわかりません。例えば手付金については出たとしても、亡くなった時のお金についてはかなり出し渋るといったことがこれまでは報じられてきました。というのも、戦死したらお金を出しますよといった話をしている場合が多いのですが、亡くなった時に、いやいやあの兵士は敵前逃亡したんだみたいな話をして、ロシア軍の手を離れてその後どうなったかはわからない。だから亡くなった時のお金は支払わないといった形でお金を出し渋るといった話が何度となく報じられています。これはウクライナ側のプロパガンダの可能性もあるわけですが、ロシア側からもこういった話がちょこちょこ出てくることもあり、信憑性はそれなりに高いものと見られています。ましてやロシア側は戦場で亡くなった兵士を回収せず放置しているんじゃないかといった話も結構ありますから、ロシア軍に参加した中国人兵士が望み通りロシア国籍を得て、プラスアルファ高い給料をもらえるかどうかといったお話は、夢幻に終わる可能性も結構あると私は思います。なお、なぜ中国人がロシア側で国籍を求めるかといえば、中国で後ろめたい経歴を持つ人が国籍を捨てるがためにこうした行為を行っているんではないかといった話も流れていました。中国は信用スコアといったものが非常に重要となっている状況にあり、過去の経歴などでお金を借りるとか借りられないとか、次の仕事に就けるか就けないかみたいなところでかなり生活が変わってくるといった問題が発生しています。経歴の良い人であればそれは心地よい世界なのですが、人間誰しも善良ではないわけで、本人としてはちょっとした悪さのつもりでもそれが犯罪歴として残れば、その情報がずっと一生つきまとう、そうした情報社会も中国には訪れているのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は他の方にもお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。